こんにちは、リュウトです。今回の動画ですね、WPL ジャパンの動画になります。WPL ジャパンアクセサリーエアコンプレッサーっていうのがあるんですけど、今ちょっともう、これ実際に塗装したやつを写してるんですけれども、こんな感じのですね、もう、模型ですね。WPL といえば、ラジコン RC カーなんですけど、たまにこういうちょっと面白いのが出るんですよね。でこれ、スケールガレージにこう置いて楽しむのが一番かなっていう感じなんですけど、これうちに作ってあるスケールガレージにちょっと置いてみてるとこなんですが、今回ですね、こちらをまずは製品紹介させていただいて、でそこからですね、ちょっとダイジェスト的な感じでザザザっていう感じなんですけども、これを実際に塗ってみるっていうところまで、ご紹介させていただければと、そういう動画になっています。はい。というわけで、こちらが改めまして、WPL ジャパンアクセサリーのエアコンプレッサーなんですけれども、もう、なんとも言えないものなんですけど、もうこういうものですという感じですね。で、何に使うんですかって言われちゃうと、もう飾りなんで、まず、これ、わかる人はもう一目見てわかると思うんですけど、エアコンプレッサーの模型ですね。で、エアコンプレッサーって言っても、本当に自動車のこう塗装工場とか、あとは板金工場とかに置いてあるような、大型のエアコンプレッサーの模型。しかも、すごい古い感じのやつです。だいぶ古い感じですね。の模型っていう感じです。で、これちょっと、ここモーターっぽいじゃないですか。で、これ本当にモーターなんですよ。ここに単三電池が入るんですね。単三電池1本入れて、スイッチを入れると、もう、こんだけです。こんだけ。これ最初ですね、僕もこの製品出るよって言って、こう、物が来た時にですね、マジっすかみたいな。僕個人的にはすごい好きなんですけど、これ何のために出すのみたいな。っていうのが正直なところだったんですけど、で、これ一番いいなと思うのは、さっきもちょっとお伝えしたかもしれないですけど、スケールガレージ。スケールガレージっていう遊びがありましてですね、かなりマイナーだと思うんですけど、こう、例えばこの WPL のこのラジコンあるじゃないですか。これ、比較的サイズが小さいんで、結構卓上にですね、ガレージを、スケールガレージを作ってしまって、そこにこれをこう置くみたいな。この WPL の車体って、ちょっと小さいじゃないですか。16分、例えばこの C14 だったら16分の1なんで、比較的小さいですよね。もちろん10分の1とかのサイズのラジコンに比べると、小さいんで、卓上にですね、こうガレージを、スケールガレージですね。ガレージの模型みたいなものを作っていって、そこにこれをこう飾っておくみたいな、そういうことができるんですね。で、この動画の最初にもちょっと映像で映されたと思うんですけども、僕も実際にですね、結構自宅の、もうあれ、うちの自宅のもうリビングの一角にある僕のデスクなんですけど、そこでちょこちょこガレージ作って遊んでるんですよ。奥さんには、何やってんのみたいな感じなんですけど、ああいうようなものを、こう、すでにやってる人、あんまりいらっしゃらないかもしれないんですけど、すでにスケールガレージで遊んでますよっていう人には、このエアコンプレッサーはもうもってこいのアクセサリー、置物ですよね。今、スケールガレージなんてことはしてないけども、そういう遊びはしてないけれども、ちょっと興味あるなみたいな、面白そうだなみたいな方は、ぜひですね、これ、手っ取り早く1個、そのガレージにですね、アイテムが増やせますので、ぜひ一ついかがですかと。で、今回せっかくなんで、僕もこれちょっと色を塗って、自分のスケールガレージに飾ってみようかなと思っているので、ちょっと本当に製品紹介としてはもう本当にシンプルなんで、もうこういうものです。スイッチ入れると回ります。こんだけなんで、あとはちょっと実際色を塗っていこうと思うので、
ただそれもあまり長くなってもっていうのがあるので、ちょっとダイジェスト的に動画にちょこちょこ収めつつ、今からもうこれ作業してですね、で、完成みたいな感じにしようと思ってますので、良ければ見ていただければと思います。そうそう、ごめんなさい。これですね、あとこの大きさの比較なんですけど、これ物自体はこんな感じのサイズ感、手のひらにこう乗せてこんな感じなんですけど、この、そもそも WPL のモデルですよね。これと比べてどうかっていうので、これがまず C14、16分の1スケールですね。だと、これぐらいです。で、これがですね、一応、10分の1スケールっていうのが、ドンピシャの感じなんですけども、もちろん、実物もいろんなサイズがあるので、10分の1ぴったりじゃなくても、そんなに違和感はないです。ただ正直この16分の1と並べちゃうとちょっと大きいかなみたいな感じですね。ただスケールガレージみたいなことをしている際にそこにこう片隅にポンと置いてあるぐらいだったらそんなにこう違和感はないんじゃないかなと。で C34 ですね。C34 は12分の1なんでこれはもう全然違和感ないサイズ感になるかと思います。こんな感じです。これぐらいの感じですね。で、あとは軽トラ D12 ですね。D12 はどんな感じかっていうと、こんな感じになります。多分一番違和感のないサイズ感。ちなみになぜかここぴったり乗るんで、だからって感じだかもしれないですけど、一応ここぴったり乗ります。こういう感じで。じゃあ実際にですね、これ、塗れる状態のところまでちょっと分解してみて、で、塗るっていうところやってみたいと思います。そしたらですね、まず、ここが輪ゴム、黒い輪ゴムみたいのが引っかかってるんで、これ外しましょうか。で、ここが、爪でちょっと引っかかってるような感じなんで、グッてやると取れるんで、ここ外しちゃって、あとすいません。ちょっと言うの遅かったんですけど、これ、分解、ご自身でですね、塗装されると。で、その場合に、もちろん、ちょっとある程度分解が必要になると思うので、そうされるっていう場合は、ちょっと自己責任でお願いしますという形になりますので、その点はすみませんが、ご了承ください。ここを壊さないように注意してください。ここですね。ここも圧入されてるだけなんで、こう、引き抜くだけなんですけど、こんな感じですね。フーリーも外しましょうか。今回はこれぐらいでいっちゃおうかなと思います。これ本体ですね、ちょっともなか合わせになってるんですけど、こんな感じで。これ外すの難しいんで、ちょっと今回もこのまんまいっちゃいます。バーっと塗って、この辺りは別パーツとして塗って、これもちょっとここ外してもいいんですけど、ここだけ外して、これだけ別で塗りましょうか。これもう中モーター入ってるだけなんですけど、もうこの辺はあえてそのままバーっと一緒に拭いて塗っちゃおうかなと思います。はい、じゃあもう今回ちょっと撮影しながらっていうのもありますので、超手抜きパターンっていう感じでやっちゃいますけど、この辺は今回パーツも洗わずに塗っちゃいますね。本当はしっかり本当にプラモデルとかやるときは洗わないとダメだと思うんですけど、これはスケールガレージの片隅に飾る、なんて言うんでしょう。メインのものじゃないじゃないですか。背景の一部。小道具みたいなもんなんで、ちょっと、どうせ汚し塗装もするっていうのもありますので、ちょっと、めっちゃ手抜きでやっちゃいますけど、多分、飾りとしては十分役目を果たしてくれると思うので、本当はこういう継ぎ目とかもちゃんと消そうよってちょっと言われちゃうかもしれないですけど、その辺はちょっと適当パターンということでご容赦ください。はい。では、ここからはもう早送りしたり、大幅にカットしたりしながらポンポンポンといきたいと思うんですけども、これはペーパーヤスリ掛けですね。下地を作るためにヤスリ掛けして、
ヤスリみたいなスポンジも使いながらやって、さらに、これも賛否あると思うんですけれども、パーツクリーナーで脱脂しちゃってますね。やらないよりはいいんじゃないかなということで。で、ここからエアブラシですね。エアブラシで、サフ拭き。下地処理とかもかなり甘く適当にやってる感じなんですけれども、ガイアさんのプロユースシンナーっていうのと、同じくガイアさんのサフェーサー使ってるんですけども、このプロユースシンナーっていうのが僕結構気に入っていて、ちょっと強めなんですけどね、強めの溶剤っていう感じなんですけど、その分表面が少し溶けるような感じになるので、多少荒っぽく下地作りをした状況であっても結構食いつきがいいので、ちょっとそれでなんとかごまかしてみたいな。これ走らせたりするものじゃないので、模型なんでね、そっと片隅に置いて飾っておくようなものなので、そんなに食いつきとか気にしなくてもいいかなっていうので、ちょっと重ね重ねですけど、今回ちょっと撮影しながらっていうのもあったので、そのあたりはですね、あまり丁寧にやらずに適当にやっちゃってるんですけれども、ちなみにこれエアブラシのコンプレッサーの方はニトロコンプ V1 っていうコンプレッサー使ってます。で、ハンドピースはクライナーシリーズの THC01 ですねを使って塗ってます。で、ここからが今のサフェーサーを吹いたのと同じような要領で黒ですね、ラッカーの黒で塗ってます。今回色をタミヤさんの瓶入りのラッカー塗料のチタンシルバーっていうやつにしようかなというのがあったので、無難にというか黒で下地を塗って、でそれから上に最後ですね、チタンシルバーを全体的に塗るという手順で進めてます。はい、これで今、途中段階ですね。こんな感じで、全体の色はチタンシルバーを塗りましたと。で、かなり適当なんですけど、ちょっと差し色で、ここちょっと黄色を、これ筆塗りで白サフペペって塗って、さらに筆塗りで黄色ペペって塗って、ちょっとこれアップにすると汚いですけど、これどうせ汚し塗装で、ほぼ見えなくなるぐらいになっちゃうとは思うんで、かなり適当ではあるんですけど、ちょっと後でワンポイントじゃないですけど、ちょっと黄色い部分があったりした方が、ディテール的にもちょっといい感じになるんじゃないかなっていう、もう個人的な、ちょっとした、なんて言うんでしょう。お試し部分って感じです。で、この辺も雑ですけど、この辺ももうどうせ汚しちゃうんで、そんなに問題ないかなと。で、本体のこの大きい筒の部分だけは、若干気を使って、そんなに汚くならないように一応塗ったんですけど、単純にシルバーにするか迷ったんですけど、このチタンシルバーっていう色でも結構かっこよくなったんじゃないかなと思います。で、ここからですね、もうバーって汚しちゃうんですけど、ちょっとその前に、今回デカール自作しておいたんで、これを貼っていこうかなと思います。このままでもいいんですけど、やっぱりこういうの塗ったり作ったりするときに、ちょっとデカールで文字みたいなものが入ってた方が、スケールガレージの背景としてポンと置いとくときも、ちょっと、見た目的にもいい感じになるんじゃないかなっていうのが、個人的にですけどね、あるので、これをちょっと貼っていこうと思います。で、これちょっと今、水に浸したばっかりなんで、それを待ってる間に、このデカールについてなんですけど、これ貼って、そのまま汚し塗装の処理をしていくと、当然剥がれてしまう恐れがあるので、僕の場合は、貼ってですね、一回クリアを吹いて、コーティング、ちょっとコートしちゃうというイメージですね。で、そのコートした後に汚し塗装、いろいろやっていっても、せっかく貼ったデカールが剥がれてしまうっていうことは、ないと思いますし、あとはその汚し塗装も、なんて言うんでしょう。後からデカール貼ると、ちょっと不自然になってしまう
ことが多いので、まあ僕の場合ですね。なので、先に貼って、クリア拭いてコーティングして、でそこから汚し塗装をバンバンしていくという感じにしようかなと。で特にこれ古い形のエアコンプレッサーなんで、どこかガレージとかにこう置いてあるコンプレッサーがもう綺麗なんてことありえないじゃないですか。もう、これ以上ないぐらい汚れてるじゃないですか。なんで、ちょっとまあ今回もそんな感じにしちゃおうかなと思ってます。デカール貼っていきますね。これ大きめなんで、こううまく貼れるか心配なんですけど、一応ちょっとあれ塗りますか。あれって、これこれですけど、この、なんだっけ、マークセッター。まあ、劇的に変わるかっていうとちょっとわかんないですけど、ないよりはやった方がいいですよね、やっぱりこれ。ペタペタっと塗って。すいません、ちょっと適当ですけど。大きいからピンセットいらなかった。この辺ですかね。これぐらい？ちょっと大きいデカールって怖いですよね。特に自作デカールって貼り付けがうまくいかないこと多いんで。よく考えたら今日、これ貼ったってことは、ここで作業が止まりますね。さすがに、水を使ったんで、溶剤と違って乾くのに時間がかかるので、今日はちょっとこれを貼ったら、さすがに一晩、僕相当適当に作るタイプですけど、さすがにこっからそのまままたクリア拭くっていうのはいかがなものかっていうのちょっと度が過ぎると思うので、今日はちょっとこれ貼って、1日乾かします。はい。こんな感じですね。今回、ちょっと今日は、まあ今日はって言っても動画はそのまま続くんですけど、こんな感じで色を塗って、デカールですね。まあ、本当に適当に作ったやつですけど、ここにこう貼る感じでイメージして、デカールを作って貼りましたと。はい、僕の作業は今日ここまでですけど、動画は続きますので、お願いします。はい、というわけで、ここにですね、デカールを貼って、1日乾かして、しっかり乾いたので、そこからさらにクリアを吹いて、もう汚し塗装もしちゃったんですけど、こんな感じになりました。やっぱり、この古い形のエアコンプレッサーなんで、こう、ある程度しっかり汚れているような雰囲気を出した方が、まあ、個人的にはですけどね、雰囲気が良くなるんじゃないかなと思って、こんな感じにしてみました。まあ、これ色塗って、ここの上はですね、エナメル塗料で、こう、ウォッシングって言って、ちょっと別の動画でご紹介させていただいているんですけど、まあ、それと同じような感じでやりました。で、あとは、これか。これはまだつけてなかったんで、ここと、これですね。これを、ここに戻します。こうか。こんな感じですね。このゴムですね。このゴムも、ここに、戻して、こんな感じですね。で、あと、これに付属しているものとかではないんですけど、ちょっとおまけで作ったのがあって、こんなのも作ってみました。これは、リード線ですね。配線とかで使う細い線、余ってたやつを切って巻いて、まあ、瞬間接着剤で適当にここは接着しただけなんですけど、で、これも同じくエナメルのグレーと、ちょっと焦げ茶かなんかをファーっと吹いて、ちょっと、そのままだとあまりにもピカピカすぎたんで、ちょっと雰囲気出しで、汚しをエアブラシでファーっと吹いただけですけど、やりました。で、ちょっとこだわれば、多分ここですよね。ここがエアの出力口なんで、ここに
このリード線をこうくっつけるような表現もした方がいいと思いますし、あとはエアツールを先っちょにこうつけてっていうのも自作してもいいんですけど、まあ、ちょっと今回はそこまでやると時間もかかってしまうので、もう本当に雰囲気のためだけっていう感じで、リード線を丸めて、ちょっと汚し塗装したものをこんな感じで、これだけでもちょっと雰囲気出るんじゃないかなという感じですね。はい、こんな感じで、一応、今回は完成っていう感じになるんですけれども、まあ、せっかくなんで、スケールガレージに置いた様子っていうのもちょっと映したいなと思います。こんな感じで、ちょっとすいません、適当に、これiPhone で撮ってきたんですけど、こんな風にガレージ作ってあって、まあその中に置くだけでかなり存在感はまあいい意味であるんじゃないかなと思います。すいません、写りがめっちゃ適当ですね。もう片手で撮ってる感じなんで。でまあこんな風に16分の1のこれは C14 ですね。C14 と一緒に写しても、まあそんなにサイズ的には違和感はないんじゃないかなと思います。はい。で、これが実際にさっきみたいにど真ん中に置くんじゃなくて、壁際というか端の方に置いてみたっていう感じですね。やっぱりかなり雰囲気が出ますね。はい。というわけで今回ですね、こんな感じで WPL のですね、エアコンプレッサーの模型なんですけど、まあ、色をこうやって塗ってみたりして、周辺に置くアクセサリーとして楽しむこともできますよというご紹介でした。では今回もご視聴いただいてありがとうございました。